皆さんこんにちは。クオンです。魔法少女 D の続きやっていきます。ダンジョンへ入るところからいきます。ダンジョンについて。ダンジョンではマウスとキーボードの方向キーを使って操作を行います。十字キーで移動ってことかな。右上がミニマップ。で、セーブとかできるってことね。よし、行こう。ここがダンジョンの第一層ね。なるほど。インマの気配がそこかしこからするわ。まずはどんな敵が出てくるのか軽くあたりを探ってみましょう。いきなり出てきた。落ち着くのよ私。お師匠様から教わったことを一つ一つ確かめながら戦えば絶対に勝てる。さあかかってきなさい。戦闘について。ダンジョン内で敵に遭遇すると戦闘が発生します。自分のターンが回ってくると画面タブのコマンドリストからコマンドを選択することができます。戦闘の勝敗。すべての敵を倒し戦闘に勝利すると経験値とゴールドとアイテムを獲得することができます。逆にリーネの HP が0となり敗北するとゲームオーバーとなります。またボスモンスターとの戦闘に敗北するとエッジシーンが発生します。何これ。魔法の使用。魔法の使用には武器に宝石という種類のアイテムを装備する必要があります。なるほどね。攻撃ファイアボール。攻撃でいくか。対象選択。やったわね。倒した。楽勝だったわね。戦利品クリックで獲得。よかった。勝てた。いきなり出てきたからちょっと驚いたけど意外と大したことなかったわね。よーし、この調子でどんどん進むわよ。これ奥行っちゃっていいわけ。右でいっか。なんもねえ。ブラック。ファイアボール使ってみるか。MP6 だからな。受けてみなさい。あ、強っ。MP ちょっとなくなっちゃうけど。だってアイテム見よう。何これ。ハテナじゃん。未鑑定。首羽うさぎで手にて。リーさん大丈夫かな。そろそろ帰ってきてもいい時間のはずだけど。ようモニカ。ウィルさんいらっしゃいませ。お食事ですか。あ、いつものやつを頼むよ。こいつ仲間に入ったりすんかな。そういえばウィルさん、最近のダンジョンの様子はいかがですか。そうだな。いつもは第一層の深いフロアにいるはずのテンタクルスが最近はなぜか浅いフロアをよくうろついてるな。テンタクルスは対策さえ怠らなければ大した敵ではないが、俺も初めてあいつと遭遇した時は苦戦させられたな。大変です。実はさっきダンジョンへと初めて向かったお客さんがいるんですが。何？
この辺りに出てくる敵は大したことないわね。この調子なら第一層はすぐに攻略できるかも。いきなり大きいのが出てきたわね。さっきまでの任務よりもずっと強そうだけど、ここで引くわけにはいかないわ。さあかかってきなさい。ああ、ちょっと見えちゃってんじゃん。ファイアボール行くわよ。15。やったわね。マジかよ。あ、死んでいいんか。体力も魔力ももう限界だ。怪しげにうごめく触手がしなり、リーネの体に打ちつけられる。攻撃をまともに食らい、地面に体を打ちつけられる。痛みに目の前がじんわりと滲んで見えた。これでさっきの男が助けに来るんか。自分が涙を流していると、すぐには気づけなかった。負ける。私、こんなところで、こんな奴なんかに。悔しかった。不甲斐なかった。たくさん修行を積んで、一人前になれたと思っていたのに、最初の階層のこんな今に負けてしまうなんて。気持ちを持ち直して反撃に出ようと考えるも、痛みと疲労で体が動かない。四つん這いの状態のまま体を起こすのがやっとだった。そこへ触手が迫る。彼らにとっての餌を貪るために、触手は捕食するかのようにリーネの手指に絡みつくと、あっという間に体の自由を奪った。残った力で抵抗しようとするも、絡みつく触手を振り払うだけの力はリーネには残っていなかった。やめなさいって言ってるでしょ。抗おうとすればするほど触手は強く体に絡みついてきた。おい、大丈夫か。おい。っていうか遅いよね、来るの。何者かによって切られた触手がリーネの体内からずるりと落ちる。体の自由を取り戻したからか、あるいは助かる希望の眩しさを感じたからか、リーネは現れた何者かを誓いに備える前に気絶してしまった。おめでとうリー。まさかこれほどまで立派に成長するなんて。あなたは私にとって自慢の弟子よ。そんな。ありがとうございます、お師匠様。それじゃあ一人前になったお祝いに、この伝説の名刀村様ブレードをあなたへと託すことにするわ。大事に使うのよ。それって明らかに偽物じゃないですか。何ですか村様って。ただこれは偽物じゃなくてただの誤植よ。どちらにしても私は剣とか使いませんし、もらっても活用できない気が。冗談よ。本当はこっち。この杖をあなたに託すわ。その杖ってお師匠様が一人前になったばかりの頃に使ってた大切な思い出の品じゃ。ありがとうございます。こんな大切なものを私に譲ってくださるなんて。私大事に使います。この先一人前となり外の世界へと飛び立っていくあなたには多くの試練や困難が待ち受けてると思うわ。私たち魔法少女を魔女と同一視して迫害する者だって現れるかもしれない。まあ聖職者のクソ野郎どものことなんだけど、あいつらいつか火だるまにしてやるわよ。でも忘れないで。あなたは決して魔女なんかじゃない。人々の未来と希望を守るために戦う存在。それこそが魔法少女なのだから。
師匠様。夢か。あれ、ここは宿屋？私確かダンジョンでインマに襲われて負けて、それってお、気がついたか？あなたは？俺はウィル。お前は確かリーネと言ったか？そうだけど。モニカに頼まれてダンジョンの様子を見に行ったら、お前がインマに襲われていたんだ。だからここまで運ばせてもらったぜ。あの時助けてくれたのはあんただったのね。なんだか緊張するな。自分と同じぐらいの年の男の人と会話したのなんて何年ぶりだろう。そういえばインマに襲われてた私を助けてくれたってことは。どうした？どこか痛むのか？見られてしまった。私のあんな恥ずかしい姿を初対面の男の人に。おう、危ねえ。何するんだお前。いきなり杖で殴りかかってくるなんて。忘れて。今すぐ私を助けたこととそこで見たこと聞いたこと全部忘れてちょうだい。おい、落ち着け。なんだか知らんが、まずはその杖をしまうんだ。このままじゃ私もうお嫁に行けないよ。お嬢様みたいに独身のまま一生を終えるなんて絶対に嫌。わあ。一方その頃、エクション。なんだか今、誰かにすごく失礼なことを言われたような気がするわ。どうだ、落ち着いたか？あんたなかなかすばしっこいわね。これだけ杖を振り回しても一発も当たらないなんて。まあこれでも一応天使だからな。とにかく私を助けてくれたことには感謝するけど、そこで見たことは全部忘れてちょうだい。でないと魔法で黒焦げにするわよ。あは、そりゃおっかない。安心しろ。俺も戦うのとお前を助けるのに夢中だったから別に何も見ちゃいないさ。だといいけど。それにしても入り口付近でいきなりあんな強いのが出てくるなんて思いもしなかったわよ。ああ、そうそう。お前を襲ったペンタクルスのことなんだが、あいつは本来なら第一層の最深部に潜んでいるはずなんだが、最近は妙に動きが活発で頻繁に入り口付近を徘徊していたんだ。あれだけ触手を切りつけておいてやれば、傷が癒えるまでの間は最深部からは出てこようとはしないだろうけどな。だけど次からダンジョンに行くときは慎重にな。そうね、気をつけるわ。それじゃ俺は帰るぜ。またな、リーネ。あ、ウィル。ん？ありがとう。何？気にするな。誰かにあのダンジョンで死なれるのは俺もいい気分がしないからな。それから数日後。よし、これで準備できたかしらね。はーい、開いてるわよ。失礼します。あら、リーさん、もうお体は大丈夫なんですか？ええ、おかげさまですっかり良くなったから、今日から冒険を再開するわね。そうですか。でもあまり無理はしないでくださいね。あとエクリアちゃんとウィルさんがさっき食事に来られたのですが、その時にリーさんへのことづてを預かってます。エクリアとウィルが？まずエクリアちゃんは教えたいことがあるからお店の方に一度来てほしいとのことで、ウィルさんも同じように教えたいことがあるから家まで来てほしいそうです。二人揃って教えたいことって何かしら？わかったわ。それじゃあダンジョンに行く前に二人に会ってくるわ。
冒険は順調ですか？よし、じゃあ、今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。